ご理解第44節。狐たぬきでさえ神に祀られることを喜ぶというではないか。人は万物の霊長なれば、死したる後、神に祀られ、神になることを楽しみに信心せよ。金光大臣の道は、凡夫の身そのままに神に至る道なり、出家することもなく、修道院に入ることもなく、人間を幸福にせずにはおかんという親愛に触れながら、その親神の思いに触れるとき、いよいよ神の道をたどらずにおられない。今朝、新中記念の時に、今日はどういうお話をさせていただいたら良いのだろうかと、そう思っておりましたら、ご心眼に誰かがウインクをされるところをいただきました。それで、このことなのかなと思わせていただきましたのが、師匠が難儀は神様のウインクとご理解くださいましたね。難儀は神様のウインクだと。いわば神様が私どもに何というのでしょうかね、その好意を寄せておられる。私どもと交流をしたいというのか、仲良くなりたいというのか。信心は神と仲良うする信心ぞと教えてくださいますけれども、神様の方が私ども人間と仲良くしたいとまず思っておられるということですね。ところが神様が私どもと仲良くしたいと思っておられるけれども、その何と言いましょうかね、どうやって仲良くするのか。ただ神様の方からモーションをかけられただけでは逃げ出してしまうような人もいるのかもしれませんね。まず私どもがその神様の方を振り向くというのか、やっぱりウインクをされると、あの人は私に気があるのかなと思いますね。そしてこちらも相手のことが気にかかり出します。そしてこちらから話しかけるというようなことにもなってくるのでしょう。ですからまずは神様がそのいわゆるモーションを送られる。そしてこちらがそれに応えるということになるのでしょうけれども。ですから普通に何事もうまくいっている時とか、自分の思い通り願い通りに計画通りにことが運んでいるというような時には、なかなか神様に心を向けようとはいたしませんね。中には既得の方がおられて、万事うまくいっておりますと神様にお礼を申される方もおられますけれども、大抵の私どもはことが計画通りにうまくいっている時には神様のことを忘れてしまいがちです。そこで神様がそれこそ、どうぞ神様、困った時の神頼みではありませんけれども、困ったことになると神様を思い出す。そういう習性が私どもにはあるのではないでしょうかね。そこで神様が少しわざと困らせるというわけでもありませんでしょうけれども、やはりちょっと
困らせられるのかもしれませんね。それでこちらを振り向いてくれよと、神様があなたと仲良くしたいのだということで、その難儀なことを私どもに与えられる。それで私どもは、さあ困ったと、どうぞ神様お願いしますと、神様の方に心を向けることになるわけですね。それが信心のきっかけになるというわけです。難儀を通してその信心のきっかけになる。ここで注意しなければならないのは、あくまでもその難儀というのが信心のきっかけ、ウインクだというわけですね。そこで神様にお願いした。神様に心を向けた。それで治った。治ったと言いましょうか。難儀から抜け出すことができた。そしたらもうそれで神様とはさよならだと。縁の切れ目ということを申しますが、金の切れ目が縁の切れ目などと申しますけれども、難儀の切れ目が縁の切れ目というようなことでは、せっかく神様がウインクをしてくださって、さあ仲良くしようと言うてくださったのに、その難儀がなくなったら神様との縁がまた切れてしまうというようなことではいけませんね。そのためかどうか分かりませんけれども、そういう気のある人、もう難儀がなくなったら神様のことなど忘れてしまうというような人には、ある意味いつも神様のことを思い出すようにずっと難儀なようなことが続くのかもしれませんね。いわゆる難儀をしていない時にでも神様のことを思い出しというのでしょうか、神様と仲良をする信心を続けてくれれば、神様がもうそのウインクをする必要はないわけですから。難儀から逃れたいと思う。それならば、もう難儀はなくとも神様のことを思い続けるというようなことになれば、もう難儀からは逃れられるというのは表現がおかしいですけれども、神様がウインクをされる必要はなくなるのかもしれませんね。私どもの心が神様から離れるから、やはりまた神様がウインクをされる、いわゆる難儀ということが起こってくるのかもしれませんね。私どもがもう四六時中神様の方を向いて神様から心が離れないようになる。そうなったらもうウインクをする必要はないわけですから、もう難儀というようなものもなくなってしまうのかもしれませんね。ちょっと考えさせるようなことですね。さあ今神様がこのいただいている難儀は神様のウインクだろうか、それとも何かもっと深い意味が、そのことによって私どもの心を改めよ、磨いていけとおっしゃっておられるのか。さあその難儀に込められた神様の御思いというものを求めていくというのでしょうか。師匠の天土の心知りたし道あらば示せ天土己が心にという
生き方、これがやはり大切だと思わせていただきますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。